こんにちは、工芸てっちゃんです。今日の工芸てっちゃんがおすすめしますはこちら、DJ の縦型のコンプレッサーです。はい、今日はですね、こちらの魅力をいつものようにポイント3つでご紹介します。使い方と使用はですね、後半の方でお伝えしたいと思います。まずですね、魅力その1なんですけれども、縦型ということなんですね。一般的なコンプレッサーって横型ですよね。横型ですとどうしてもスペースを取りますが、これは縦型になってますのでスペースを取りません。置き場所ですとかね、持ち運びにもスペースを取らずに便利ということです。サイズ感なんですけれども、コンペックスでね、測ると約約400ミリ、そして高さは850ミリという大きさになります。僕ね、気になって試したことがあるんですけれども、ディーンのワークベンチの下に入るかなと思って試したらすっぽり入りました。入れる時ね、ちょっと斜めにしないといけないですけれども、すっぽり入ります。高さによっては、下のアジャストボルトのね調整が必要になるかと思いますが、入りました。そしてポイント2つ目は音が静か、静音タイプということになります。こちらも音ですね、50Hz、60Hz でちょっとね違うんですけれども、愛知県は 60Hz なので 60Hz ベースでいきますと65デシベルという音になります。この音がですねどれくらいなのかというのがね分かりづらいので、はい、こちらですね、スマホの簡易アプリで試してみたいと思います。僕が今喋ってる状態で、50から60ぐらいですよね。はい、これくらいの音なんですけれども、スイッチ入れますね。はい、そんな変わらないですよね。65と言いますけど60前後です。はい、モーターに近づけるとね、やはり70とか、それくらいになりますけれども、離すとねこんな感じです。はい、ですからかなりね、静かじゃないかなというふうに思います。ということでね、お店でも音を気にされる方いらっしゃるんですけども、実際にね、音を聞くと静かだねというふうにおっしゃっていただきます。気になる方はね、お店で音をね実際に聞いていただければと思いますが、スマホの簡易アプリで測りますと、だいたい先ほど言ったように60ちょっとという感じになります。そして最後、魅力3つ目ですね。こちらカプラです。これね、日本の日東工機のハイカプラを使ってます。しかもですね、200のタイプ、ワンタッチタイプですね。カプラもね結構重要なんです。こちらの日東工機のカプラを使うことによってですね、この流量が 15% ぐらいアップになってます。ですからね、より多く空気を送り出せるということなんです。しかも200タイプはワンタッチになりますね。これ一般的にはこのスリーブを下げてロックを解除して入れるんですけども、日東工機のカプラは、はい、ワンタッチ、ですから、カプラの取り付けがね簡単ということになります。はい、そしてあとね、使い方ちょっとご紹介します。使い方はですね簡単なんです。ここスイッチですね。先ほどもこのスイッチを入れるだけね、先ほども入れましたけど、これを、はい、これで動きます。はい、そしてここがねタンク内の圧力計になります。そしてここですね、ここがですね、ここの出る時の圧力になりますので、ここでねレギュレーターでこのように、はい、出る圧力を調整して使ってください。一般的にはですね 0.6 メガパスカルでエアツールが使われるかと思います。でエアブローはねもう少し低くね 0.4 とか 0.3 とか、目的に合わせて調整してね使っていただければなというふうに思います。はい、そしてちょっとね簡単に仕様をご紹介しますけれども、こちらですね、消費電力もね意外にね少ないんですね。こちら 60Hz ですと 9A なんです。よくあるコンプレッサーですと、15A、20A 必要な場合もあるんですけども、こちら 9A になります。ただし再起動の時に瞬間的に
電力をね、使うケースがありますので、最低でも15アンペアのブレーカーの下で使っていただきたいなというところです。で、できれば20アンペアぐらいあると安心ですね。そしてその電気なんですけれども、できればね、コンセント直付けでお願いしたいです。はい、このように配線太くなってます。でも延長コードのケーブルって結構細いので、電気がですね必要とするときに電気を多く送れなくて、電圧効果、電気がですね少なくてモーターが焼き切れてしまう、そんなケースがありますので、コンプレッサーを使う場合はできるだけコンセント直付け、そしてブレーカーに近いコンセントに直付けが、望ましいということになります。はい、そして出力なんですけれども 0.9kW になってます。そして突出量、ここもね大事なんですね。突出量、タンク内にですね空気がない場合、0メガパスカルの時は 60Hz ですと145リッター、毎分145リッターのエアを作ります。で 0.6 メガパスカル、この中にですね空気が圧縮空気が 0.6 メガパスカルの時は68リッター、毎分68リッターになります。やはり中に圧縮空気が入っている時はね、突出量は少なくなります。はい、これはねしょうがないんですけども、コンプレッサーを選ぶ時はこの突出量をある程度ね目安にされるといいかと思います。ではそんな突出量のコンプレッサーでどんなエアツールが使えるかということなんですけれども、一般的に回転工具、エアリューターとかエアドリルとか回転しっぱなしにする工具といいますと、消費エア量がですね毎分200リッターから300リッター消費します。でもこれは毎分68リッター、0.6 メガパスカルのエアを68リッターしか作れないので、そのような回転しっぱなしに工具を快適に使うのはちょっと厳しいです。タンクの容量がこちら39リッターになりますので、この中にあるエアを使う分は使います。ですからリューターも10秒から15秒はね動くんですけれども、その後はもう追いつかないので回転が落ちてきます。ですから5秒とか10秒動かす分でしたら使えるんですけれども、1分とかね、快適に使おうと思うとこれでは難しいです。その場合は 200V の動力の3馬力とか5馬力のコンプレッサーが必要になります。はい、ではどんなエアツールが使えるかということなんですが、要するに回転しっぱなしにしない工具ですね。エアインパクトとかエアラチェット、はい、こちらですと10秒も20秒も回転しっぱなしにしないですよね。ちょっと動かして休んで、ちょっと動かして休んでという感じの使い方になりますので、そういう使い方でしたら、タンクがねまたすぐいっぱいになりますので使えるというような形になります。そしてこちらにサブタンクもあります。こちらはね30リッターになります。ですから39と30リッターを使ってですね59リッターのエアを使えば、エアツールを使う時間が長くなるということです。ただしまたタンクをね、圧縮空気を貯めるのに時間がかかりますので、そこはね、うまく使っていただきたいなというふうに思います。でこのサブタンクはまたセパレートできますので、このタンク内に圧力を入れてこれだけ持ってってね別のところでエアを使うという、そんな使い方もできるので、このサブタンクも一つあるとね便利かと思います。はい、そして最後にですね簡単に注意点をお伝えしたいと思います。先ほど電気のところでねコンセント直付けをお願いしたいというふうにお話ししましたけれども、連続使用時間も気をつけてください。こちらですね基本的に30分を目安にしてください。ここがねモーターがねチンチンに熱くなりますので、30分使ったら10分ぐらい休めてねここが熱くなってないか確かめてまた使っていただきたいということです。ですから業務用にね毎日ガンガン使うという方には正直ちょっとね向いてないかと思います。連続使用時間は30分ということなので、その範囲内で使えるような使い方でお願いしたいなというふうに思います。はい、それとね、使用後はですねこのタンク内の空気をね必ずこちらのバルブをひねってですね抜いてください。というのはですね圧縮空気は熱を持ってます。でこの中がですね熱を持った空気が入ってますので水蒸気がたまります。水蒸気が水分でですね空気と混じってエアツールに入ってしまいます。そしてもっとひどくなりますとタンク内を錆びさせてしまって、その錆びと水がエアに混じってエアツールに入っていってしまってエアツールのね故障にもつながりますので、必ずねエアを抜いていただきたいということと、あと水分を気にされる方はですね
ファクトリーギアでは簡単にね使えるこのようなエアフィルターのセットをね、作っております。これを簡単にここに差し込むだけですので、これを使いますと水と、ホコリをね、取ってくれますので、これも一緒に併用して使われるといいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、簡単にご紹介しましたけれども、DINJIの縦型コンプレッサー、これからコンプレッサーを買われる方、そしてね、買い替えをご検討される方、ぜひね、一度こちらもご検討いただければなというふうに思います。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、DINJIの縦型コンプレッサーでした。